俺が足切断したのは2019年の1月17日とバイク乗ってて、車に足潰されて車にひかれたっていうのがこうなってた。一回転してこう運ばれていく時に最後ちらーってこう事故現場を見たんやけど、それ見た瞬間に俺なんか死ぬんかもなと思った。なんかもう死ぬ死ぬとかよう言うけどさ、これで死んでいいんかなって思ったらなんか後悔しかなくて親にもまだ全然会いたいし、親孝行だってしたいし、自分のやりたいことなんかまだこれからやしみたいなって考えたらまだ生きなあかんなと思って目つぶりそうになったんやけど、その時ガッて目開いて救急車乗って手術室行くまではだから目つぶったら俺意識飛んで死ぬとしか思ってなかったから、もう維持でも俺はこの意識を保ち続けてやるって思う気持ちでずっと目開けてた。で救急車の中で親にも電話して「大丈夫な」とかって「今なんか救急車運ばれて手術なんか手術先も決まった」みたいな言ってで病院に着いて、でこう手術する前の準備室みたいなところに連れて行かれてさ、でこう担架でこう乗せて、で服脱がれへんから全部切りよいいかみたいな、高いのないかみたいな言われて大丈夫ですって言ってもう全部切って、でズボンも切ってパンツも切ってもう全裸にさせられて、もう看護師女性の方とか男性の方みんなおる前で全裸になって、そっから痛み止めすぐ入れてくれて、それでやっぱね落ち着いたかな。それまでね病院運ばれるまで救急車の中でもねもう足がガクガク震えとんよ。なんでか分からんけど左足がずーっと震えとって、もうガク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 ってなっとって、でどんどん顔をあざめてみたいな感じだったけど、そこで落ち着いたな気持ちが。でそれが終わったら今度尿道に管入れますって看護師さんがその管を入れてくれるんやけど、俺が死ぬ手前の状況っていうのはもちろん分かったんやけど、尿道に管看護師さんに入れられる時はやっぱ恥ずかしかったな恥ずかしかったなあれは。でもめっちゃ痛いって言うやん尿道管入れんの。でも俺全然痛くなかったであれ。もう痛みバグってたんかなあの時何も感じひんかった、何が痛いんやろうと思って、それぐらい痛みには強くなってたと思うあの時で。尿道管入れて、でさ手術しますみたいなでお医者さんに聞かれて、まず俺が聞いたのかな、足残せますかねみたいな俺が聞いたら、いや難しいなみたいな、この状況やったら治すのは難しいでって言って、でも俺もさ、みんなそうじゃない、21でさこれから働いて友達とお金稼いでいろんなとこ遊びに行きたいなって思ってる時代のやつらがさ足なくなるって想像できひんやん、その一瞬で。だから、諦めきれんくてその時で、どうにか足残りませんかみたいなを何回か繰り返してん。いやでもこれはほんまに無理やわみたいな、もう分かるやろみたいな感じで言われて、もう足もぐちゃぐちゃにちぎれてるし皮一枚つながってるぐらいの状況やから、今これもしつなげたとしても歩けるような状態じゃないと、もう骨もバキバキに折れてるからレントゲン取って、なんかもう無理やでみたいな言われて、でもやっぱ諦められへんみたいなずっと繰り返してたんやけど、それが1分2分ぐらい続いて、でもこのまま続けてても多分向こうのお医者さん自身も多分許可がないとというか、手術進められへんやろうなと思って、最後はもうお願いしますって言って、そのまま手術室連れて行くねって言って、カラ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 って手術室までこう廊下をこうわーって押されていっきょったんやけど、大丈夫やでみたいな、先生上手やからな、足ちゃんと治るといいな、大丈夫やでみたいな、安心して緊張せんでいいからねって言って、いや緊張するわ緊張するわそうめっちゃ怖かった。でもね麻酔入れられる時ねちょっと不安やった。全身麻酔初めてっていうのもあるし、これでさだって目つぶってもし意識飛んでこのまま意識戻らへんかったらどこ行くんやろうとかもなちょっと一瞬考えたりもしたもん。そんなんもあったりして、手術室ついて担架でボーンって乗せられたら分かるかな、ドラマとかでよく見る影が映らへんさ、めっちゃライターついてるやつ、バンバンバンみたいな、音もなあのまんまやったで確か、パンパンパンみたいなうわ光ったと思って、でこれから手術始めますって言って、で全身麻酔かけるからじゃあ今から、先生の言うこと聞いてなって言って、呼吸3回したらすぐ意識なくなるから痛みとか感じんから大丈夫やでって言って、じゃあ行くよって言って、じゃあ吸ってでこうマスクみたいにつけて吸って吐いて吸って
吐いて、吸って、吐いても、吐いての手も言ってないと思う。はいぐらいで意識飛んだ。全身麻酔ってほんまにすごい。マジで一瞬で記憶飛んだ。びっくりしたで俺だって。こんな一瞬で記憶飛ぶのぐらい一瞬で記憶飛んだ。手術始まったのが17日の8時と9時ぐらいだったんやけど、でそこからも記憶なくなって半日経って18日の、10時ぐらい10時50分とかだったかな忘れたけど、そこまで覚えてない。で起きたら人工呼吸器が喉までこんな管入って人工呼吸器つけられて、強制的に呼吸させられてる感じ。シュッシュッっていう呼吸器をつけて、であれで喋りたいんだけどさ、喋れへんもんだよね。でバッて目覚めたらもう白い布団かぶって、で ICU なんだろう、すごいほんまに死ぬか生きるかをさまよってるやつらが集う場所なんで、病院の中でも結構もうほんま危ない人たちが入れられてる場所なんやけど、で左手に親父右手におかんみたいな手握ってくれてて、でよくよく聞いたらその日の夜急いで連絡取って、お姉ちゃんとおかんと両親がすぐ兵庫県から新幹線で終電で来てくれたみたいで、ずっと付き添いで追ってくれて、でおるわと思ったその後、まず来たんがもう激痛。足激痛。やっぱ痛いわな。手術終わった後で痛み止めめちゃくちゃ強いのずっと入れてるけど痛い、けど痛かった。でそこから喋られへんから、そのホワイトボードでこうやり取りをしとって、人工呼吸器つけてるから、でなんか「元気やで」みたいな「生きてた」みたいな、なんか「おはよう」みたいな生きてたみたいなお前な生きとるなみたいな話して、でその時に初めて違う人生で感じたことない痛みをもう一個経験することになって、それが、いわゆる現実って言って、幻の獅子の痛みって書いて現実って言うんやけど、その幻の痛みって何が幻なんかって言ったら、もう、見てることにもう足は切断してるんやけど、その時布団かぶってるやん。で自分の足が見えへんやんか。で親指がさないのに、ここがむちゃくちゃひねられるような痛みが、激しい痛みがあって、うわ痛いと思って、でそれをホワイトボードに書いてん。俺足残ったわみたいなを書いて、でパッておかんに見せたら、いやもう泣きながら、もうおかん「いや足ないで」って言って、でその時にほんまにちゃんと足なくなったんやっていうのを実感したとともに、その時に人生で初めて親父が泣いとった。人生で初めて親父が泣いとったな。それからも今までもないし、その一回きりやったけど、でもそれ見た瞬間なんかね、痛み忘れた、一気に申し訳ないが強くなったね。こんだけさはちゃめちゃやんちゃしてきた俺をさ、必死で育ててもろとうのに、こうやって迷惑かけてんのかみたいな。また迷惑かけんのかみたいな、ごめんなって思った。ほんまにいい両親やからねこそね、その申し訳なさはすごいあったわ、あの時は。もちろん足のなんていう切断した痛みとかも、背中もずるむけやったりで、太ももここも傷口今も残ってるんやけど、ここも20針ぐらい縫ってるんかな、もうバカーって皮膚割れてて、そこの痛みもあったりで貧血で気持ち悪いもあるし、もう何もかも最悪やった。でこの痛みに関しては切れてきたら言って痛み止め入れたらちょっと落ち着いてってできたんやけど、その現実、さっき言った現実に関してはもう精神的な痛みやから、痛み止めがどうやっても効かへんっていうのがあって、そこがね最初はめちゃくちゃ苦しんだかな。やっぱ足を突然切断した人とかはみんな苦しむみたいで、人にはよる。俺もまだ早く治った方なんやけど、でそれがすごいなんか不快やし、ないからさ、こう痒くてもかかれへんし、で痛いのに痛み止め効かへんし、で足がないって分かってるのに痛むから、なんかずっと気持ち悪い。もうなんかね、なんて言うんだろう、もうそこがもうすごいストレスだった最初はっていうね。そういう現実との苦しみもあり、
なんとかね今はこうやって立ち直ってますって感じまあそこまでがまあ今の事故した経緯ですかね。はい。まあ入院生活とかまたおいおい話そうかなと思うんですけど、これだけでも結構な時間喋ってると思うんで、まあ良かったかなというふうに思います。まあ最後に一つ、まあ俺が大きな事故にあって足で切断して今ねこうやっていろんな活動をし始めて言えることは、もちろんその時は辛いし、まあ、絶望やし死にたいとも思ったし、もうこれからどうしたらいいかわからんような不安とか痛みとか恐怖はあったけど、それを乗り越えた今の自分は足を切断する前の自分よりも強くなったし、そんだけ最悪な思い出も今となっては俺を作ってくれてる人生の一部、なんか過去も俺の土台になってるんやなって思います。だから何か今辛いことがあったとしても諦めずに、逃げてでもいいからとりあえず生きるっていうことはそれだけ価値あることなんですっていうのを伝えたいこの先の幸せを信じて、絶対にどこかに幸せはあるし、今もねこうやって手があって、この手で口にご飯を運べてね美味しいって感じれる味覚がある、それだけでも嬉しいし、こうやって自分の YouTube で何か自分の言葉で自分の考えた感情で物事を伝えれる、それもまた一つ幸せなことかもしれないです。なんか当たり前のように見てたものも今だったら俺は感謝できるようになったんで、そこも幸せが増えた一つの要素なのかなと感じています。はい、人生の楽しみ方は人それぞれということで、はい、次回の動画でお会いしましょう。次はVlog かもしれないしって感じ。じゃあね。